エミの日本語ラジオ。皆さんこんにちは、エミです。今日もエミの日本語ラジオを聞いてくれてどうもありがとうございます。ザーザー、トントン、ワンワン、ピヨピヨ。皆さんはこれらの日本語の言葉の意味がわかりますか？漫画やアニメにもこのような表現がたくさん出てきますよね。これは日本語の擬音語、オノマトペの一つです。オノマトペとは音や様子、感情などを表した言葉です。専門の辞書に載っているものだけで2000語以上もあり、全部で1万2000語ぐらいあるとも言われています。日本語のオノマトペには擬音語と擬態語があります。擬音語は音という字が入っていることからもわかるように、自然や生活の中で聞こえる音を言葉にしたものです。今日はこの擬音語についてお話しします。例えばザーザーという言葉、これは何の音をイメージしますか？これは雨の音です。ザーザー、ザーザー。弱くはないですよね。かなり強い雨の音を表します。雨がザーザー降っていますなどと使います。弱い雨を表す言葉にはしとしとやポツポツ、パラパラなどがあります。そしてトントン、これはトントンと軽く叩いた時の音です。柔らかいものだとほとんど音が出ないので、やや硬いものを叩いた時の音を表します。例えば誰かがドアをトントン叩いていますなどと使います。ちなみに子供がお父さんやお母さんの肩をマッサージ代わりに軽く叩いてあげている時も、肩をトントン叩くと言います。強く叩く音はドンドンになります。どうですか？トントンよりドンドンの方が強く聞こえませんか？濁音、点々をつけた方が程度や量などが大きく激しくなります。例えば風で窓が揺れたり、地震で家具が揺れたりする時の音、小さく揺れる音をカタカタと言います。そして点々をつけてガタガタというと大きく揺れている音になります。また何かと何かがぶつかった時の音、コツン、頭が家具にぶつかった時などに使います。コツンというと軽くぶつかった感じですが、点をつけてゴツンというと強くぶつかり痛がっているイメージが湧いてきます。他にも動物の鳴き声、これはどの言語にもあると思いますが、すべて共通ではないので難しいですよね。例えばスペイン語では犬の鳴き声はグワウグワウ、猫はミャウミャウ、そして牛はムームーと言いますよね。残念ながら日本語と同じではありません。日本語では犬はワンワン、子犬の高い声の場合キャンキャンとも言います。猫はニャーニャー、牛はモーモー、馬はヒヒーン、豚はブーブー、ヤギや羊はメーメー、ネズミはチューチュー、アヒルはガーガー、カラスはカーカー、ニワトリはコケコッコー、ヒヨコはピヨピヨ、カエルはゲロゲロやケロケロと鳴きます。動物の鳴き声は世界共通のはずなのに表し方が違うって興味深いですよね。私にとってニワトリの鳴き声は子供の頃からずっとコケコッコーだったのに、スペインではキキリキ。最初は何それって思いましたが、慣れてくるとそう聞こえてきました。皆さんの国の言葉ではどうですか？何か面白い鳴き声などがありますか？あったらぜひコメントしてください。今日は擬音語についてお話ししました。
最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。それではまた次回のポッドキャストをお楽しみに。さよなら、バイバイ。